明けましておめでとうございます。9年中はありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。皆様の今年1年が幸多きものであるように心よりお祈りを申し上げます。黒豆から作りますね。豆に暮らせるようになどの願いを込めて作られるおせちの祝い魚の一品ですね。一晩水につけておいた黒豆をたっぷりの水で煮ていきます。甜菜糖の量もたっぷり入れます。クッキングシートに切れ目を入れ落とし蓋にします。3時間から5時間程度を目安に中火で根気よく煮ていきます。水分がなくなりかけたら水を足してください。醤油は加えませんでした。ブランデーで風味をつけます。こうすると汁も一層美味しくなります。黒豆が汁の中に浸った状態で味を含ませます。おせちの作り方は次回の参考にしていただけたら幸いです。栗きんとんを作りました。アク抜きするのは黒く変色したり渋みを取るためで10分ほど水にさらしました。栗は武家社会では正気を高める縁起物だったんですね。また黄金色の栗きんとんには幸運に恵まれて1年を過ごせるようにといった願いも込められているんですね。その黄金色を出すのは口なしのみです。さつまいもが煮えたら甜菜糖を加え潰してペースト状にしていきます。鍋に戻して弱火で練り上げます。煮汁を加えて粘度を調節します。最後に栗の甘露煮を加えて出来上がり。続いて伊達巻きを作りました。全卵にはんぺん、みりん、甜菜糖、醤油、塩、だし汁をミキサーで攪拌します。クッキングシートを敷くとこびりついたり焦げたりせず失敗しませんね。
伊達巻は巻物の書物のような形なので、知性や学業成就の象徴だそうです。次はごぼうのたたきを作りました。鍋に水、そこに塩と少量の酢を入れて2、3分煮ます。地中に根を張り力強く成長するので延命成就、家族が土地に根付いて安泰に暮らせるようにという願いが込められます。すりごまといりごまを合わせ、少量ずつの酢、塩、醤油、それに隠し味の甜菜糖を微量、山椒の粉を振ると味も引き立ちます。紅白なますは色合いが祝いの水引きに似ているので、めでたいものとされ、平安を願う縁起物です。今回はスモークサーモンを使いましたが、大根と絶妙な味わいです。甘くせず塩と柚子の絞り汁で味付けました。お正月のお菓子は赤すぐりで飾った2段重ねケーキです。まずはラズベリージャムを作ります。ラズベリーに甜菜糖を振り入れた鍋で20分ほど静かに煮ていきます。果汁から水分が出るので水はいりません。煮崩れたら種をこし、鍋に戻してもう一度煮詰めます。スポンジを作ります。ベリー類とチョコレート味は互いの美味しさをさらに高めますね。なのでココアスポンジにしてみました。ココアパウダーと薄力粉を合わせてふるいます。バターと牛乳を合わせて50度くらいに溶かしておきます。全卵に甜菜糖を混ぜ合わせます。60度くらいの湯煎でもったりするまで泡立てます。40度くらいになったら湯煎から外し、さらに混ぜます。生地がリボン状に垂れるくらいまで混ぜ合わせます。最後の1分は一番高速できめを整えます。泡立てた生地をお玉で一すくい、粉を混ぜ合わせます。生地に入れて全体と混ぜます。
粉の半分を混ぜ合わせます。残りの粉を入れ混ぜます。なるべく泡が消えないように、そこからすくい上げるようにさっくりと混ぜ合わせていきます。2度に分けて溶かした牛乳バターを生地に回し入れて混ぜなじませます。ケーキ型の底と側面にクッキングシートを切って貼り付けておきます。出来上がった生地を型に流し、一度落として空気を抜きます。竹串を刺して生地がついてこなければ OK。生地の縮みを防ぐのに焼き上がったケーキを一度落としてください。しっかり冷めてからカットすると切りやすいです。それではケーキシロップを作りましょう。湯に甜菜糖を溶かし、冷めたらブランデーなどの洋酒を加えます。ピスタチオガナッシュを作りましょう。湯煎でホワイトチョコレートを溶かし、ピスタチオクリームと生クリームを加えて溶かしていきます。ケーキシロップを塗ります。ラズベリージャムを塗ります。ガナッシュを塗ります。この工程を繰り返します。表面にガナッシュを塗ります。表面を慣らすには熱湯でナイフを温め、ガナッシュを溶かしながら整えます。18センチケーキと12センチケーキをそれぞれ作ってから重ねます。宝石のような赤すぐりを飾って完成です。干し柿をいただいたので、お菓子をもう一品作りました。干し柿のミルフィーユです。テリーヌ型に干し柿を敷き詰めます。柔らかくしたクリームチーズとバターを練ります。くるみを散らします。洋酒で香り付けします。
この工程をもう一段繰り返し、最後に干し柿で蓋をします。冷蔵庫で2時間冷やし固めます。コーディング用チョコレートをかけます。それではメインとなる伊勢エビを調理しますね。エビは長いひげを蓄え、腰が曲がるほどに長寿で過ごせるようにという象徴なんですね。茹でた伊勢エビの頭と身を離します。柚子の絞り汁にバターを入れて溶かし、醤油を加えて味を整えます。最後にお雑煮をこしらえます。アワビの酒蒸しを作ります。水と酒で1時間半ほどやや弱めの中火で蒸し上げます。口を切り落とします。昆布を水で煮出し、塩、酒大さじ1、みりん中さじ1、醤油小さじ1、煮立つ前に鰹節を入れ、一煮立ちさせて火を止めます。10分ほど静かに放置してからこします。最後に味見をして塩加減をします。鯛を一口大に切り分け骨を抜きます。電子レンジで
60から90秒くらい熱して火を通します。アワビとともに碗に入れ、金時人参は細く切って、大根は薄い輪切りに茹で、順々に重ねます。美味しそうな手作りのからすみをいただきました。お餅を乗せます。その上には、おいしいなという名の葉物を結んだ橙に通しておき、金箔と刻みトリュフを散らします。お正月の準備が整いました。おせちには子孫繁栄や無病息災、五穀豊穣などの願いが込められています。このおせちという呼び名は、季節の変わり目に祝い事をするおせち句に由来します。特に五節句の中の年始の正月は重視され、正月料理として定着しました。新年を迎える神様、年神様を迎えるために用意します。家族の大切さ、健康を祈って準備します。年神様と家族への感謝の思いを込めて腕を振るうのですね。縁起物の松竹梅、紅白の水引き、金銀をあしらい、おめでた尽くしの趣向をこしらえます。鯛と伊勢海老は吉祥のシンボル。伊勢海老は成長過程で脱皮を繰り返すことから立身出世を意味します。赤は邪気を払い魔除けの色ですね。一年の承福を祈り杯を傾けました。皇后天皇の君がため春の野に入れて若が摘む我が衣でに雪は降りつつ。このお歌は百人一首の歌でお正月の定番ですが、今年は初春を告げる喜びの若菜をおいしい名を用いてお雑煮に添えました。皆様はどのようなお正月を迎えられたのでしょう。さまざまな変化が目まぐるしく起こる世の中ですが、惑わされることなく自分の信じる道を踏みしめながら暮らしてゆきたいですね。温かな愛情にあふれた暮らしを尊い時間に求めて彩りたいと思います。猫のまん丸お目目を見つめながら、宇宙にあるすべてのものは10日だとする紀元前4世紀の創始の万物聖道は、自分の意志で生きているつもりでも無意識のうちに社会や時代の考え方に縛られて生きているのだという価値観を持つ20世紀の構造主義が相対的でありながらも相まっているように感じる、そんな静かなお正月を過ごしました。太陽と月が交互にへめぐるアイオンの中で、自然の移り変わりにあれこれ細やかに心を使いながら日常を重ねていこうではありませんか。それでは万葉集のこのお歌で締めくくりたいと思います。新しき年の初めの初春のけふ降る雪の癒しけ夜ごと大友のやかもち。